わー、エモい。むずいなクリスマスの予定は誰か見える人撮ってください。かわいいねいやってやる。マジでそれだけ。こんにちは、上野ありさです。今日はですね、月に一度の Q&A をやっていきます。今日は伊勢丹でアウグのポップアップがね1週間やってるんだけど、それのミーグリみたいな来店イベントがあって、その今中抜けでお昼の部と夜の部があって、その間帰ってきて、今この動画をね回してる感じなんですけど、今月も質問たくさんありがとうございますということで、質問をピックしていきたいと思います。30分タイマーをかけます。来てくれた皆さん本当にありがとうございます。この後だけど、この動画が公開される頃にはもうあれなので、本当に結構ねゆっくり喋れたかなっていう感じなんだけど、今回さ伊勢丹だからなのかすごい幅も広くて、年上の方からもちろん若い方々まで幅広く来ていただいて、とっても嬉しいです。ありがとうございます。では30分かけ、はい、スタートということで、今回さまださっき載せたから質問が全然30分は回せるぐらいは来てるんだけど、ピックする質問がそんなになかったら前回の質問に戻ろうかなと思ってます。いつもフリマチケット取れずスタンバイしててもみんな早すぎです。そう結構ね枠をたくさん用意はしてたんだけど、いろいろ加味すると200人ぐらいがマックスになっちゃって、そう結構速乾になってたみたいなんだけど、なんかもうちょっと大きい会場にしても結局ね、多分1日ってなると200人ぐらいがお話ししてとかなるとマックスになっちゃうかなと思うので、一応当日も開放したんだけど、みんな予定あると思うし入れるかも分かんない状態でね、当日って言われてもって感じだと思うから、もうちょっとなんかいい方法ないかなと思ってるんだけど、あったかくなる前にもう一回フリマしようと思ってるので、アナウンスまたするんだけど、来れたらぜひいらしてください。もうすぐ結婚式です。アドバイスください。結婚式のことに関してはこちらのまとめ動画みたいなのがあるので、そこでいろいろ話してるので、アドバイスとかも見ていただけたらなと思ってます。でもあとはやっぱり一番言えるのは、ゲストの方々と歓談する時間を取ることをもし取れるなら、なんか結局高砂の上で写真撮ってとかいう流れになっちゃうと思うんだけど、それ写真ももちろん大事だけど、テーブルとか回れるんだったら回って軽くおしゃべりしたりとか、そういう時間がもし取れるなら取った方がいいんじゃないかなと思います。アメリカで理不尽な時が起きたらどうしますか？いちいちイライラしてしまいます。例えば時間通りにバスを出発させてくれなかったり、お店でも自己都合で相手にしてくれないとか。わかる。アメリカはやっぱりねなんか難しい国だよね。結構私もそういう経験もあるし、イラってすることもあるけど、もうそこは郷に入ったら郷に従いというか、文化の違いって思うしかないかなと思ってて、アメリカだししょうがないよねっていうような気持ちで私は乗り切るようにしてます。YouTuber でアリサさんの最近の推しはいますか？私は最近は、でもやっぱりミシェル・チョイは見て、動画が更新されたら見てるのと、ビリー・アイリッシュのお兄さんの彼女のクラウディアちゃんの Vlog も結構見てるかな。あとジェーン・イムちゃんでも最近更新してないよね。その辺が多いかな、見てるのは。あとミシェル・チョイとか見てると結構なんか関連が出てきたりとかするから、その関連で見たりとかが多いかなって感じです。アリサさんの友達に与える精神すごく素敵です。友達付き合いの中で意識してることありますか？なんか今日もそのファンミじゃない、来店イベントに来てくれた方に質問でね、アリサさんってすごい自分があるのに人に優しくできるのってなんでですかって言われて、自分があると人に優しくできないのかな、わかんないけどって言われて、でもなんかそれでパッて、私もその時パッて答えただけだったから、考えてみたんだけど、やっぱなんか見返りを求めない、一番それって難しいことだと思ってて、結局見返りってどうしても人間求めがちなんだけど、なんだろうな、でも友達に与えてるっていう意識は自分の中で全くないし、そうは思ってないけど、でももう全部私はっきり言っちゃうかも。あともう求めすぎない、その関係性にもよるけど求めすぎないことも大事だと思うけど、でも結局なんか言ってあげた方がさ、相手のためだったり大事な友達だったらなおさらだから、気になったこととかを言わないのって相手のためじゃないと思うから、もちろん喧嘩するとかじゃなくて思ったことは結構言うかな。おすすめのバスタオルありますか？いつもお風呂上がりに巻いてるタオル気になります。今治タオルの適当に楽天で買ったやつと、あとテクラ、やっぱテクラがめっちゃ可愛いけど、やっぱ海外のバスタオルってめちゃくちゃでかいホテルサイズで、私ホテルサイズあんまり好きじゃなくて、だから結局日本のやつ使うことが多いかな。
あとテクラとかやっぱ分厚いんだよね。そのホテルっぽい感じで分厚いと頭がこう重くなっちゃうから、今治ぐらいのちょっと薄めのやつの方が良かったりするので、なんか今治タオルとかのなんかカラーが可愛いやつとかを楽天とかで見て買ったりしてます。ロストバゲージしたことありますか？私これ前も答えたかもしれないんだけど、ないんだよね。こんなに旅してるのにないの。でもこれってなんていうの、言霊っていうかちょっと怖い。そういうこと言ってるとそういう風になっちゃったりとかすると怖いからあれなんだけど、今のところないですね。あとエアタグは入れてるかな。ヨーロッパの乗り換えとかマジで信じてないから、ヨーロッパの乗り換えの時は超エアタグ見て、ちゃんとスーツケースがあるかとかいうのを見てます。わー、エモい。10年以上の幼馴染に好きと伝えるか迷ってます。関係が崩れるのが怖いです。伝えるべきですか？むずいな。いや、続かないわけじゃないと思うし、好きって伝えて、うまくいったらうまくいっただし、ダメだったらダメだったでも、自分の気持ちってきっとなくなると思うの。他に好きな人ができたりしたら。だから、そういう時にまた仲良くなれるかもしれないし、わかんないけど、難しいな。関係を続け、この今の関係でずっといたいのか、恋人になりたいのか、恋人になって仲良くいるのが一番理想だとは思うんだけど、相手次第だからそこはさ、自分じゃ決められないことだと思うし、いやーむずいな。10年でしょ。10年以上の幼馴染か。みんなだったらどうする？ちょっとみんなの意見も知りたい。私だったら言うかな。で返事聞いて、その10年以上の幼馴染でどのくらいの頻度で今会ってるかにも結構よると思うんだけど、今どのくらいの頻度で会ってるんだろう。なんかあんまり会わないんだったらまださあれだけどさ、けど一回言っちゃったことって取り消せないからね。難しい。ごめん、私も答えが出ないけど、我慢できないなら伝えちゃっていいと思う。リサさんの整理整頓術を知りたいです。家のものがどんどん増えていき、なかなか片付かない。これは聞く相手が完全に間違えてますので、私なんて本当に毎日物が増えてて全然片付かないですね。で結局なんか、じゃあ広いお家に住みたいっつったら、物が収納できる、収納があるところにとか思っても、収納する場所が増えたら収納するものが増えるだけで物は減らない、片付くわけじゃない。で物はだって一生増えてくから、もう私も知りたい。もうこんまりしなきゃって感じ。リサさんがもし車を買い替えるとしたらこれいいなという車ありますか？最近買い替え考えてるんだけど、でもやっぱりテスラが慣れて、なんかテスラってめっちゃ運転、試乗とかしたことある人はわかるかもしれないけど、運転の癖めちゃ強いのね。エンジンブレーキがめちゃくちゃきつくて、で私それに慣れちゃってるから、それがすごい好きっていうか、安心安全って感じだから、信号待ちとかの時にたまにレンタカーとか運転したら信号待ちで突っ込みそうになっちゃったりとか、ブレーキ忘れてみたいなのとかあるから、慣れるんだろうけどね、車買い替えて他の乗ったら。昔免許とか取る前は絶対ゲレンデ乗るとか20代の時は思ってたけど、 G ワゴンけど今は全然ゲレンデに魅力を感じないし、運転はしやすそうだなとは思うけど、なんか後部座席とかもめっちゃ狭いしさ、でかいしさ、都内に住んでるとやっぱり立体駐車場止められないっていうのが結構痛くて、だから今セダンなんだけど、でも SUV には変えたいから次モデル X 乗りたいってテスラの思ってたんだけど、 X がもう右ハンドルをね生産してないのだから、中古車で右ハンドルでいいのがあればいいんだけど、なかったらもう左ハンドルになっちゃって、そんなの絶対私のスキルじゃ無理だからとかなったら、やっぱ Y かな、モデル Y かな次はって感じで思ってます。ピラティス以外で運動されてますか？体重が増えて悩んでます。してません。私もピラティスすら前は週2とか、最低でも週1で行ってたけど、今月2ぐらいでしか行けてないから、ここ半年ぐらいだからもう全然運動できてないです。クリスマスの予定はクリスマスの予定は今年とりあえず今んとこなくて、今年は東京でクリスマスの予定、どっか行きたいんだけどね、12月どっか行きたいんだよな、けどまだ何もプランしてなくて、どっか行けたらいいなとか思ってるけど、多分東京になりそうなので別に何のプランも、多分家で料理作ってとかになるかなって感じです。奥手&シャイな男性にもしかして俺のこと好きなのかなって思わせるアプローチ方法を教えてください。もう奥手&シャイなら自分からもう好きなのかなって思わせるんじゃなくて、自分で言っちゃえばダメなの？好きって言っちゃえば、そうじゃないと分かんないだろうし、分かんないか分かんないけど、向こうもはっきり言われないと、奥手だったらなおさら、いや勘違いだよなみたいな感じになっちゃったらあれだし、男性から告白しなきゃいけないなんてことは絶対にないから、好きかもって思わせてどうしたいのっていうところではね、好きって言っちゃった方が早い気がします。
クレンジングは何ですか？いつもスキンケアからなので教えてほしいです。確かにクレンジングはもう取ってないね。クレンジングは今はボビー・ブラウンのオイルクレンジングを使ってます。シュウ上村のクレンジングも好きで、結構オイルクレンジングが多いかな。でもバームタイプもすごい好きだから、ただ今ボビーのやつが結構シュウぐらい大きいやつなので全然なくならなくて、なくなったら次はバームに、冬だしバームにしようかなって思ってます。すごい今長い質問を読んでたんだけど、これピックしてみるね。その前にこれにしよう。 YouTube の更新楽しみにしてます。ありがとうございます。次引っ越すなら賃貸ですか？もうわかんない購入でずっと探してるんだけど5年ぐらい。もうまた内見もちらほら行ってるし、けどいい家が全然なくて、もうなかったら賃貸かなって感じ。もうとりあえず年明けぐらいに引っ越したいぐらい本当に引っ越したくて、もう引っ越しのことってか大きな家に住むことしか最近考えてないからだからもう YouTube とかも撮れないし、この家白壁もないしリールの撮影もできないわけよ。それ自分のせいなんだけど、だからもうそういう撮影部屋とかをちゃんと作れるように引っ越したくて、そこは今だから本当出会いって感じです。いいのがあれば買うし、なければ賃貸って感じです。はい、次の質問。今お付き合いして1年半の彼氏がいるのですが、私は社会人3年目の23歳で、彼は来年から社会人の22歳ですが、付き合いたて当初からこの人と結婚しそうだなという謎の直感がありました。結婚してから上京したいのですが、彼はまだ学生で私と別れるビジョンはないから結婚はするやろうと言ってくれてます。付き合って2、3年で結婚はしたいとも言ってくれてますが、周りに結婚している人がいないため、結婚のイメージがまだ湧かないと言われ、学生と社会人だから結婚観が合わないのは仕方ないのですが、アリサさんはこの場合とりあえず一緒に上京しますか？これもう本当にはっきり言うと、多分今地元でこの質問くれた子も働いてて、彼は学生してるんだよね。これ上京したらマジ環境変わるから何があるか分かんないと思うマジすごい毒みたいな意見でごめんなさいなんだけど、若いしね、もちろん結婚するだろうなっていう気持ちとかってほぼ合ってると思ってて、お互いにね。だから結婚しようって、しかもそういう話もしてるんだったら明るい未来いいとは思うんだけど、上京するなら絶対一緒に行った方がいいね。彼も上京したいのかな？だったら一緒に上京した方がいいかも。これどっちかが先に上京とかなるとやっぱ環境変わっちゃって、あれ今まで何してたんだろう、違かったかもとかいうのになりかねない気がして、彼と一緒にいたいんだったらなおさら一緒に引っ越し、一緒に上京がいいんじゃないかなと思います。すごい嫌な感じになっちゃってごめんなさいなんだけど、もうはっきりとした私のこの頭の中で思い描いた2人の状況を思い描いた時のアドバイスというか感じですかね。最近内見してますか？してます。財布にいくら現金入れてますか？だいたい1万円札は入ってるかな。そうだ、入れなきゃ。1万円札と多くて3万円ぐらいかな。基本カードなので現金はほぼ持ち歩かなくて、車に1000円札を入れてて、駐車場代が現金だったりするので車に入れてる感じです。車で事故ったことありますか？私はこの間壁にぶつけて落ち込んでます。それは落ち込みますね。いや、事故ったことない。対人はもちろんないし、対器物対物対壁とか対ガードレールとかも一度もないです、幸い。めっちゃ私安全運転なので、そんな危険な運転はもちろんしないけど、しないし、120キロの高速道路とかでもやっぱ120とか出すの怖いから、マックス出しても110キロみたいなちんたら運転してんだけど、だからないね。あとこれ話したかもしれないけど、もうめっちゃ人に助けられるの。多分もう5回以上東京ってさ、変な道があるわけよ。ここ曲がれって Google マップが言うから曲がったら、もうなんかすごい T 字で何回切り返しても曲がれなくて、なんか一回パニック起きちゃうと、もうなんかどっちに切っていいかとか分かんなくて、もうこれスッって曲がる以外方法ないわみたいな場合とかがあるんだけど、そういう時はなんかって思ってると、通行人の人がだいたい男の人とかおっちゃん、工事のおっちゃんとかが、はい右に切って、はい左に切ってまっすぐとか誘導してくれるの。そういうのをもうほんと5回以上やってもらったことがあって、だから意外とそういうなんか通行人の方にすごく助けられて、ありがとうございますみたいな感じで行くので、だから意外と吸ったりとかもない感じです。冬場のケアで欠かせないのはやっぱり保湿だね。全身保湿。髪の毛もお肌も体も、この辺爪、キューティクルもうささくれ大魔王なの。本当にもう小学生の頃からささくれがずっとあって、今もね毎日オイル塗ってるのにあるんだけど、本当にささくれがコンプレックスで、小学校の時とかめっちゃ嫌だったの。ここがもうなんか何本も割れてて、めっちゃ乾燥肌なので保湿かな。だからケアはそうだね、保湿
スが一番大事なケアかな。あとそれこそさっき言ったけどクレンジングをオイルじゃなくてバームにしてみたりだとか、結構保湿力の高い洗顔料を使ったりとか、さっぱり系じゃなくってとか、あとやっぱこの子ですね、一生言ってますけど、このダルバさんをなんかこの間アンナちゃんとも話したんだけど、私さこのちっちゃいボトルにもこうやってね入れ替えたりするので、こっちに多分ねこの間よく振らずにやったのかオイル持ってかれちゃってなんかこうオイルないんだよわかる？黄色い線がないと思って。で新しいダルバのボトルとかってやっぱなんか黄色の部分がすごい多くて、まあ何でもいいんだけど、ちょっとでなんかやっぱりすごいと思ったのが、今のぐらいの量をいつも吹きかけるんだけど、この間アルバに行った時にトリュフハントに行ってさ、みんなでなんかシュッシュッシュッシュって掛け合って、そのコンテンツ用になんかハハみたいなのやってて、でもなんか結構みちちゃんとかなんか水かぶったぐらいスプレーを浴びたんだけど、その後別にこうやってパッティングしたりとか何もしてないのに、5分10分後ぐらいに見たら水浴びたみたいじゃなくって、こう綺麗なツヤ、多分私もこの後動画の最後の辺でわかるかなと思うんだけど、綺麗なツヤになってて、やっぱりこのスプレーってすげえと思いました。ちょっとここでリップを塗ります。リップはこれ 3CE のドロップグロージェルマイエッセンシャル。今日は髪をシマでやってもらって、なんかねここを外巻きにすると最近流行りのこういうなんかあれになるんだった。私ここ結構流しちゃってたから、ここをちゃんと C みたいな S みたいな、ここを外巻きにすることが大事だそうで、ちゃんとそれを習ったので、これから頑張ってやっていきたいと思います。私もおばあちゃん子です。ありさちゃんがおばあちゃんとしたいことは何ですか？そう、この間の秋田の Vlog すごいみんなたくさんコメントくれて嬉しくて、実際にこの動画を見ておばあちゃんに連絡しましたとか、お母さんに連絡しましたとか、みんなも親孝行してねみたいな話をちゃんと行動に移してくれてる子がいて、すごく私も嬉しくなったんだけど、私はおばあちゃんとしたいことっていうよりは、おばあちゃんの価値観っていうのはめっちゃ聞くかな。やっぱおばあちゃんが90かな、90か91か90かな。でやっぱ90歳の価値観って私たちには絶対に理解できないっていうか、未知すぎて、だから死ぬの怖いとかもめっちゃ聞くし、これに対してどう思うとか、どういう気持ちっていうメンタル的な部分とかを結構聞いたりとか、その答えも本当なのか分かんないのが半分ボケてるっていうかさ、適当に口から出てるのか何なのか分かんないけど、だけどへえそうなんだって思うこともたくさんあるし、だからあとおばあちゃんがちっちゃかった頃の話とか、昔の時代の話をその時代に生きてた人の口から聞くことってどんどんできなくなってくわけじゃん。どんどんなくなってっちゃうから。だからおばあちゃんのちっちゃかった頃はどうだったのとか、そういう話は結構してて、それを今後も続けていきたいし、もっといろんなことを知りたいなと思ってます。はあ、ねえわかるよ。特にトラブルはなくてもなんとなく友達と会うのがしんどくなったらどうしてますか？わかります。それってこれ特定の子に対して言ってんのかな？私はそうではなくって、今日人と会いたくねえっていう日が、特に最近、私ね最近病んでるかもしれなくてなんかわかんないんだけど、私って何か病む大きな出来事とかはあんまりなくって、あっても結構なんかすっとぼけな感じでポジティブで乗り切っちゃうタイプなんだけど、なんか調子悪いって時はあるのね。でそれが結構私ちょうど今朝だか昨日の夜思ったんだよな。私今調子悪いかもみたいな。なんでだったかも忘れちゃったんだけどなんか今私100じゃないみたいな。生きろついてんのか、誰か見える人撮ってくださいなんかみたいなの時があって、まさに今で、そういう時とかって家出るのもだるいし、やらなきゃいけないことがあるのにやりたくないし、でもそれって自分に返ってくるだけ。やらなきゃいけないことをやらないのってもちろん人にも迷惑かけるけど、自分に全部返ってくることだから、いや結局やるんだけど、だしこの子と会いたくないとかはもちろんないよ。そんなことは別にそんなことはご飯とかも行かないからあれだけど、例えばマイルズとじゃあご飯しようって言ったら、マイルズが誰々から連絡来たとか例えばね言ったら、行ってきていいよみたいな、私今日人に会う気分じゃないわみたいなのは結構あるかも。だから、約束しててその日人に会う気分じゃないとかいう時は絶対行くけど行ったら楽しいんだよね結局。結局普通に楽しかったなってなるから、行くジムみたいな感じ。けど友達と会うことをジムと同じにするのってすごい最悪だと思うんだけど、なんかそういうことは全然私でもあります。元気な私でも。アリサさんのファッション大好きです。誰か参考にされてますか？ありがとうございます。私もともとさ11年間12年間ファッションやってきてさ、最近マジでさファッション要素なくない？なんか私服とかも上げてないし、そもそも自分がそんなにおしゃれをしてないなっていう風に自負してて反省してるんだけど、可愛い服とかいっぱい買うのにコーデとか結構適当になっちゃってて、昔に比べてやっぱ年を重ねたからシンプルになっちゃってるのもあると思うんだけど、そうはなりたくなかったのね。でもギャルだけどなんかダルギ率がマジ高い。
だるぎっていうか、なんか適当な日が週6で1日だけ頑張る日みたいな。結局おしゃれしてる時ってめっちゃ動きづらいし、足も例えば痛いし、お腹もきついしみたいな、なんか腕もきついみたいな。でも前もこれさ、前回の Q&A でも言ったけどさ、3万円の服を買うなら3キロ痩せろみたいな。もうそれなの今私。本当に体出せないし、腕とかも出せないし、痩せればいいんだけど、何の話だっけ。ファッション参考にしてる人ね。参考にしてる人、ヘイリーとかは見るけど、あとはなんかインフルエンサーとかフォローしてるインフルエンサーを見てたり、あと韓国人のインフルエンサーとかめっちゃおしゃれだし、みんな毎日 100% で服着てんなって思うんだけど、体違うんだよね。韓国人のインフルエンサーみんな足がストーンってして、ガリガリって言い方あれだけどすごいスリムで、だから私が同じようなファッション着てもそうならないし、それは自分の努力のあれなんだけど、でも韓国の子とかも結構最近は見てるかもしれないです。あと特に旅行に行く時とか服がめんどくさくなっちゃうから、韓国人の子とかって旅行中とかもすっごいおしゃれしたり、なんか韓国人の子がどっかの国に行ってる時の投稿を全部見て、したらその子カバン6個持ってってたの。カバン6個持ってく旅行にと思って、さすがだわと思って、私も頑張ろうって思うんだけど、だから誰っていうよりは結構インスタとかで流れてきて、あとピンタレストで見たりもするかな。アリサさんの愛情表現はどのようにしてましたか？彼氏に愛をうまく伝えられてるか不安です。かわいいね。伝えられてるか不安なの？不安なんだ。私はもう毎日愛してるよって言うし、大好きだよっても言うし、言葉かな、言葉で言うかな。なんか大好きだよとか言う割に、結構普通にソファーとかに座って携帯とかやって大好きだよみたいな、ふと思った時に言うみたいな感じだから。けどそんななんかなんだろう、うまく伝えられてるか不安だなって思ってる時点でもう伝えられてる気がするけど、でも気持ちは口に出すことが一番だし、好きって言われて嬉しくないはずないから、もういっぱい毎日いっぱい言った方がいいよ。ということでもう時間になってしまったので、なんか早かったね。なんか拾えたの？会った瞬間に痩せた？太ったって言ってくる友達にそれやめてってどうやったら伝える？もう私のさこの Q&A の答えさほぼ同じみたいな感じだけど、それはもう言いましょう。痩せたとか言わないでじゃなくって、体型の話すんのやめてみたいな感じで言う。それでも言ってきたらはっきりもう一回言う。あと 1,2 問拾って終わりにします。ピンクと白の陰陽おこうたてどこのですか？12回目で拾えたよ。ありがとう。ごめんね。そしてこれどこのだっけ？エッセンスで買った7000円だって。デゴイプラネットホワイト&パープルバランスドインセンスバーナー。今どこで売ってるか分かんないけど、私はエッセンスで買いました。じゃあ次、最後の質問いきます。アリサさんは落ち込む日や憂鬱の時はどう対処してますか？アリサさんマインドに近づきたいです。はい、多分私今これね、ちょっと 100% じゃないからこういう質問を拾ってるのかなって自分で思うんだけど、多分だからこそ今なら答えられる気がする。もう全部ダメ、いやみたいななる時あるんだけど、もうソファーでブランケットかぶってってしていやってやる。マジでそれだけ。もうやだやだやだってして落ち込んで、だから多分回復が早いんだな私。落ち込むもん普通に。なんか全然気にしないわっていうタイプじゃないから、全然落ち込むは落ち込むし、病む時は病むし、ただ切り替えと諦めが早い。だからそれってなんかアリサちゃんマインドが大好きですとか言ってもらえるけど、超無責任なんだと思う。なんか自分の感情に対して向き合ってるけど向き合ってないっていうか、みんな真面目なんだよきっと。だから私は、あと立ち直りが早いっていうのもあるけど、でも普通にってブランケットかけてソファーの上でやって終わり。マジアドバイスになんない。それってすごいみんな真面目なんだと思います。まとめた。はい、そんな感じで今日はもう戻らなきゃということで、また、伊勢丹新宿に行ってくるんですが、月に一度の Q&A でした。みんないつも本当にコメントありがとうございます。今日12回目のこの子をね拾えたのでよかったです。ぜひまた次回もね、来月も、質問お待ちしてます。ではまた次回のビデオでお会いしましょう。バイバーイ。